フォトグラファーののりです。スマホで料理をうまく撮るコツを伝授したいと思います。今回のテーマは懐石料理。この回は会う方の回ね。で、こちら懐石料理は主演向きのお料理のことで、季節感とあと出会い物っていうのは同じ時期に出回る食材を相性よく組み合わせることな。で、この2つを大切にして献立が組まれてるね。ちょっと楽しみやんな。それじゃあね、行ってみようか。レッツゴー。はい、コース料理の先付けが来ました。先付けって、コース料理で一番最初に出てくるお料理ね。要は前菜ってことやねんけど、今回の先付けは豆乳ごま豆腐。そこに、万願寺唐辛子とかイクラとか、なんかいろんなものが載ってます。じゃあね、早速取っていこうと思うねんけど、で、ちょっとだけ深いお皿に入ってるんで、だいたい斜め45度ぐらいの高さで取るのが綺麗やね。で、今日はね、光が左から入ってます。今日はね、お店に来てるからね、光が左から入ってるので、それも意識してちょっと撮ってみましょう。次はなんかドビムシが来た。秋っぽいよな、ドビムシって。で、ドビムシってなんかこんな感じで来るねんけど、まずはこれでね、汁物をいただくやつね。で、蓋開けてみます。じゃーん、めっちゃ美味しそう。これちなみにハモと松茸の土瓶蒸しです。素晴らしい秋の味覚がいっぱい。さあ、じゃあね、これね、あんまり長く喋ってるとあったかいのが冷めてしまうからね。じゃあ写真の方説明しようと思います。まずこういった持ち手のあるやつはもう無視する。持ち手まで一緒にもう綺麗に入れちゃおうと思ったらだいぶ広い絵になってしまうんで、もう持ち手はなんとなくあるのはあるでそのままにして、この器の中だけを中心と考えて写真を撮っていきます。で、今回は光が左から入ってきてるね。で、この取っ手をちょっと回してみようかな。少しでも光が食べ物に当たるように回してみます。で、これも高さのある器に入ってるからちょっと覗き込むぐらいの高さで写真を撮るのが綺麗やね。もし本当に写真をちゃんと撮る時とかだったらこういったものが乱れてるのをちょっと直したりするけど、もうそれはお愛嬌なのでこのままで撮りたいと思います。じゃあね、撮っていくね。で、せっかくこれ蓋がついてるもんなので、ちょっとこの蓋ちゃんも演出の一個としておこうと思うんだけど、で、蓋は、前構図の時に説明したように、これも一個のものとして考えた時に真後ろじゃなくて、2つの場合は対角線構図っていうのをお話ししたことがあると思うねんけど、斜めにね置いた方がバランスがいいように撮ります。はい、お作りが来ました。見て、むっちゃ美味しそうやねんけど。で、またなんかすっごい素敵な焼き物に入ってる。こうね、日本料理はな、器も楽しむのがいいねん。すっごい素敵な器使ってるからね。
はい、じゃあね、今から取っていくね。ちょっと器が結構高いから上目から取ろうと思う。ちょっとだけ右側を切ってね、左側へ箱を上げて取ってる。もう大胆にお皿の両端を切って取ってみるバージョンを取ってみようかな。はーい、次は焼き8寸が来たよ。なんかな、めっちゃ美味しそうやねんけど、今が9月の下旬やねんな。だから、こう、イチョウやったりとか、あと、なんて言ってはったかな、栗とか柿とか栗とか柿とか、本当に秋の味覚満載の、なんか焼き8寸になってます。超豪華。で、ちなみにお魚は小鮎って言ってました。はい。じゃあね、これもね、なんか満載すぎて、ちょっとテンションが上がんねんけど、今から撮ろうと思うねんけど、光は左から。で、次これ正面やねんけど、正面は普通に、こう、お店の方が置いていただいたので、正面はこうやねんけど、ちょっとだけ振りたいねんな。で、今画面見て気づいた方もいると思うねんけどな。やっぱりどうしても、これお皿ほんまは正方形やねん。でも、左右がこうやって伸びてるのわかる？むっちゃ伸びてるやんか。で、これはもうどうしようもないねん。カメラのレンズの特性やからどうしようもなくって伸びてしまうから、ちょっと個人的には気持ち悪いから、こう、振ってね、振るってこうね、斜めとかにして、お皿の伸びてるのをちょっとでもごまかせたらいいなって思う。で、これも、やっぱりちょっと振ってもやっぱこっちすごい伸びてるよね。まあね、そんなカメラの特性もあるんやけど、そんなんも活かしながら、ちょっといい角度を探っていこうと思う。で、これが、正面として盛られてるから、これはあんまり崩したくないねんけど、ちょっとだけ振っていきたいんだな。で、こういう日本料理の盛り付けって立体的に盛り付けられてて、後ろの方が高い。なので、だいたいこれを真後ろからこうぐるぐる回して取るっていうことは絶対やめてほしい。なので、ちょっとだけ正面からこっち振りなのか、こっち振りなのかを決めて取っていこうと思うねんけど、そうだね。こう綺麗に取られてるから、あんまり振らんとこ。で、こんな感じでいこうかな。迷うな。やっぱでもこうかな。個人的には右上がりが好きなので、右上がりで取っていこうと思う。じゃあ、今、光が左からって分かってます。で、正面決めました。で、一応、ピントは、この小鮎ちゃんが主役やと思うから、ピントは小鮎にピントを当てて取りたいと思う。で、これはお皿が深くないから、まあ、いろんな角度、上目からでもいいし、ちょっとこう、斜め45度でもいいし、なんなら、下すぎたら、まあ、これはこれでちょっと迫力のある面白い写真になるかもしれへんから、何パターンかで写真を撮っていこうと思います。じゃあね、今から撮っていこうと思うんやけど、私は相変わらずポートレートモードが好きやから、ポートレートモードで写真を撮ります。じゃあね、ちょっとね、さっと斜めに、あんまりこれね、やっぱり斜めにしすぎひん方がいい。ということで、ほんまに気持ち振るぐらいにして撮っていこうと思う。で、これも、お皿がね、結構手前歪んだりとかしてるから、もうお皿気にせず、手前の子は気にせずにお料理
中心で取っていきます。はい、じゃあ取りちょっと高めからって。もともと盛られている状態で。おー、美味しそう。これもね、秋の味覚さつまいも使ってるさつまいものまんじゅうらしい。で、上にかかってるのが湯葉のあんかけなんやって。私湯葉すっごい好きやからめっちゃ嬉しい。じゃあね、これを早速いい感じに取っていこうと思うねんけど、このね、今ね、取った蓋ね、蓋を今回も使ってみようと思う。で、これを蓋を1個のアイテムやと考えて、じゃあ構図を作っていくね。で、構図のお話でもしたけど、これっておかしいや。真後ろには置かない。2つの場合って何構図があったっけ？そう思い出して、そうです。対角線構図だよね。なので対角線構図にします。斜めね、対角線で斜め後ろに置きました。で、これ今右後ろに置いたのはなんでかって言ったら、左から光が来てるから右後ろに置いた。はい、じゃあね、今度角度やねんけど、これもやっぱりちょっとお椀が深いよな。なのでやっぱり覗き込むぐらいの高さから撮るのがいいと思う。なのでちょっと覗き込んでみましょうか。で、これは正面って言ってもそんな言うほど正面ないから、まあこんな感じやねんけど、でもちょっと待ってな。でね、多分ほぼ中心に置かれてるから、ちょっと回して、もうちょっとおまんじゅうが見えやすい位置に回してみようかな。この感覚はもう好みな。まんじゅうの位置とかはこうかな。はい、これでさっきのお椀を木に置きます。はい、じゃあね、今から取っていくな。はい、じゃあね、今から取っていくね。立ち物なのでちょっと上目から。で、ちゃんとピンとつって、もうちょっと上でもかも。じゃあ今度ちょっと勇気を出してお皿入れてもいいから。さあ、今回はホース全部取ってみたけどどうやった？それじゃあ皆さんもしずるジャパンと共に撮影も楽しんでね。それじゃあね、See you!